皆さん、おはようございます。くまさんの YouTube 農業大学講師の夏木かりんです。今日も一緒に勉強していきましょう。今日はきゅうりの害虫の2回目をお届けします。前回、きゅうりの害虫の1回目の講義では、鳥目、ハムシ類、そしてアブラムシの防除方法について取り上げました。まだこちらを勉強していない人はテストに出ますので勉強しておいてくださいね。今回はきゅうりの害虫のうちコナジラミ、アザミウマ、ハダニ、そしてネコブセン虫を取り上げます。これらはいずれも非常に小さな微小害虫ですが侮れない被害をもたらします。一つずつ勉強していきましょう。まずご紹介するのはコナジラミです。きゅうりに寄生するコナジラミとしてはタバココナジラミが知られています。タバココナジラミはきゅうりの葉っぱに寄生して葉っぱの養分を吸収していきます。養分を吸収するためきゅうりの植物体が弱ってしまうことに加えタバココナジラミが寄生すると2つ問題点があります。まずタバココナジラミは糖分を含む液体を排泄するため排泄物の上に黒いカビ、つまりすす病が発生することが問題になります。すす病が発生すると太陽光が葉っぱに届かなくなるため光合成ができなくなってしまいます。光合成ができなくなるときゅうりの生育や収量に影響が出てしまいます。またタバココナジラミが寄生する問題点の2つ目はウイルス病を媒介することです。タバココナジラミはきゅうり体力黄化病を媒介することが知られています。きゅうりのウイルス病については別の講義でまとめていますのでぜひこちらも見てくださいね。ではタバココナジラミはどのように防除すべきでしょうか。きゅうりのウイルス病について学んだ際、防虫ネットや黄色粘着板、光反射シート、それにタバコカスミカメなどの天敵昆虫、これらを組み合わせて利用することが農薬に頼らない防除において大切だとお伝えしました。タバココナジラミを侵入させないため網目の小さい防虫ネットを利用したりタバココナジラミを誘引する黄色粘着板も有効です。またタバココナジラミが嫌う光反射シートを利用したりさらには生物的防除としてタバコカスミカメも有効です。またコンパニオンプランツとしてペパーミントを栽培することもタバココナジラミ防除として有効です。ミント類をきゅうりの近くに植えておくとミントの香りに呼び寄せられて天敵昆虫のタバコカスミカメを呼び寄せてくれるそうです。せっかく話したタバコカスミカメが定着しないという時にはペパーミント試してみてください。ミントを利用したミントティーを楽しむこともできますよ。続いてご紹介するのはアザミウマです。体長1から2ミリほどの害虫できゅうりを吸収するのはみかん黄色アザミウマと南黄色アザミウマが知られています。特に南黄色アザミウマはきゅうり黄化エソ病というウイルス病を伝播する可能性があります。アザミウマ防除としてはいくつか方法があります。アザミウマの入ってこない微細な目合いの防虫ネットを利用したりアザミウマが嫌う光反射シートをマルチとして用いる、さらにはアザミウマの行動を抑制する赤色ライトを植物体に照射するなどの方法があります。またアザミウマを誘引する黄色粘着板を用いたりアザミウマの天敵昆虫であるタバコカスミカメを利用するのも有効です。防虫ネットできゅうり全体を覆うのはなかなか骨が折れます。ただ黄色粘着板やタバコカスミカメ、それに光反射シートの利用はアザミウマ防除とコナジラミ防除に共通しています。タバココナジラミとみかん黄色アザミウマ、それに南黄色アザミウマの防除を兼ねて利用するといいかもしれません。また一緒にペパーミントを混植しておくとタバコカスミカメの定着にも役立ちます。続いてご紹介する微小害虫はハダニ類です。きゅうりに寄生するハダニ類としてはナミハダニとカンザワハダニが知られています。いずれも葉っぱの裏に寄生して葉っぱの汁を吸っていきます。葉っぱを吸収するため葉緑素が抜けてしまいその部分が白っぽくなります。ひどくなると葉っぱが黄色くなって枯れてしまいます。
病気と間違えやすいですが、葉っぱの裏に小さな虫がいるので、病気かな、ハダニかな、と悩んだら、葉っぱの裏をよく観察してみてください。ハダニ防除としては、薄めた牛乳やコーヒーをまくと、効果があるそうです。牛乳は、ハダニを窒息死させ、コーヒーには、ハダニに対する忌避効果があります。また、天敵昆虫として、チリカブリダニという捕食性のダニを用いることも有効です。チリカブリダニは、ナミハダニやカンザワハダニを捕食してくれます。ハダニの被害が大きいときは、利用してみてください。最後に、ネコブ線虫について取り上げます。キュウリを育てていて、昼間に元気がないな、というキュウリの株を見たことはないでしょうか。夜間には回復するものの、昼間にしおれてしまい、元気がありません。そのまま放っておくと、枯れてしまうこともあります。これは大抵、ネコブ線虫の仕業です。ネコブ線虫は、キュウリの根っこに寄生するウジ虫のような害虫です。ネコブ線虫は、キュウリの根っこにコブを作り、水を吸い上げるのを妨げます。昼間にしおれてしまうのは、このためです。運よく、キュウリが枯れなくとも、秋になって収穫を終えたキュウリを掘り返してみると、キュウリの根っこがコブだらけ、ということはよくあります。キュウリに寄生するネコブ線虫としては、サツマイモネコブ線虫や北ネコブ線虫など数種類が知られています。これらはキュウリのみならず、ナスやトマト、サツマイモなど様々な野菜で発生し、キュウリなどの栗類で増えやすい特徴があります。また、土壌中で何年も生存するため、1年間、キュウリやナス、トマト、サツマイモの栽培を控えるだけでは、ネコブ線虫はいなくなりません。ネコブ線虫を完全に退治するには、土壌消毒しか方法はありません。熱処理や農薬を用いた消毒など、大規模な作業が必要になります。ただ、家庭菜園を楽しむくらいでは、土壌消毒は、ちょっとハードルが高いですよね。ここでは、ネコブ線虫に対して有効な方法として、マリーゴールドの混植をご紹介します。小学校の時、マリーゴールドを植えると、線虫の被害を抑えてくれる、と習ったことはありませんか？複数の研究結果から、マリーゴールドには、ネコブ線虫を含む、線虫の被害を抑える効果があると分かっています。そのため、マリーゴールドをキュウリに混植すると、ネコブ線虫の被害を抑えてくれます。ネコブ線虫と見られる被害に、毎年困っている、という方は、マリーゴールド、ぜひ試してみてください。個人的には、なぜマリーゴールドが線虫を抑えてくれるのか、気になっていました。結論を申し上げると、マリーゴールドの分泌する複数の化学物質が、線虫を殺す作用を持っているようです。特に、マリーゴールドの根っこが分泌する、チオフェン類という化学物質は、線虫に対して毒性を持ち、線虫の活動を抑制して、最終的に死に至らしめる効果があります。どうやら、マリーゴールドの根っこは、複数の化学物質を分泌して、線虫を誘引し、そして線虫を殺す、という作用を持っているようです。マリーゴールドの根っこの近くにいる線虫は、80% が死滅した、という研究結果もあります。かなりの殺線虫作用です。ということで、今回は、キュウリの害虫の2回目をお届けしました。キュウリの栽培は、害虫との戦いでもあります。特に微小害虫は、目に見えにくいですし、知らないうちに、被害が広がりやすいです。でも、簡単にできることもあります。黄色粘着板をぶら下げたり、牛乳やコーヒーを撒いたり、タバコカスミカメやチリカブリダニといった天敵を導入したり、ペパーミントやマリーゴールドを混植したり、これらはやろうと思えばすぐできそうです。家庭菜園は奥が深いです。特に毎年やっていると気づかないうちに病気や害虫が蓄積してしまい、育てていた野菜が枯れてしまったり、害虫が大発生したりします。そんな時には諦めず、原因を探り、できることから取り組んでみましょう。必ず効果が出て、収穫の喜びを楽しむことができますよ。ということで、今回もお疲れ様でした。次回もまたお会いしましょう。それでは、また。